みんな一緒に住んだもんなのだ。今日は西アフリカに位置するマリについて深掘りしていくのだ。実はマリはとっても音楽と縁が深い国なのだ。ブルース音楽の源流の一つとも言われているのだよ。ロックやジャズのルーツがマリにあるなんてびっくりなのだ。今日はそんなマリに関わるニュースを全部で3つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。サヘル地域公務員の本格復帰、主権と新たな協力の強力な象徴、2025年9月までに実現へという記事なのだ。これはサヘル諸国で約135人の公務員さんが2025年9月までに母国へ戻ってくるお話なのだ。単なる配置転換じゃなくて、サヘル諸国が自分たちで未来を決める強い意志のシンボルなんだって。新しい関係を築こうとしているサヘル諸国の自立と地域内の協力関係がどう変わっていくのか、とっても気になるニュースなのだ。今日の動画も面白いと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますなのだ。さあ、住んだもんと一緒にマリとサヘル地域の最新情報を詳しく見ていくのだ。皆さん、今日は西アフリカの内陸国マリを紹介するのだ。サハラ砂漠の南縁に位置し、大川ニジェール川が国を縦断するこの国の首都はバマコなのだ。かつてはマリ帝国やソンガイ帝国といった巨大な王国が栄え、学術や交易の中心として名を馳せた歴史を持つ国なのだよ。独立以来、政治的な不安定さも経験してきたけれど、今は民主化への歩みを続けている最中なのだ。人口はおよそ2000万人以上。主な産業は農業や金鉱業で、綿花も重要な輸出品なのだ。文化では、世界遺産ティンブクトゥの歴史都市や、ドゴン族のユニークな伝統、そしてブルース音楽のルーツとも言われる豊かな音楽文化が有名で、世界中に影響を与えているのだ。近年はサヘル地域の治安維持が大きな課題となっているけれど、マリには深い歴史と力強い文化が息づいているのだ。ぜひその魅力に触れてみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。閣議声明。2025年8月13日水曜日、CM 第2025-345 SGG という記事なのだ。マリで2025年8月13日に、アッシに、ゴイタ将軍が議長を務める閣議が開かれたのだ。この会議では、いくつかの大切なことが決まったり、報告されたりしたのだもん。まず、農業開発銀行 BNDAA の国の出資比率を 100% にする法令案が採択されたのだ。これで、マリの経済発展、特に農業分野がもっと元気になるのだ。それから、医療施設の評価や認定をしっかり行うための法令案も決まったのだ。みんなが安心して医療を受けられるようにするための大切な一歩なのだよ。海外での活動としては、首相が日本の大阪万博とトルクメニスタンの国連会議に参加したのだ。大阪では、マリへの投資を呼びかけたり、日本のパナソニック社とマリのリチウムのことについて話したりしたのだもん。アラブ首長国連邦との協力も、工業や再生可能エネルギーなど、いろんな分野でさらに深まる予定なのだ。国内の動きとしては、国際青少年デーが盛大に祝われて、マリの若者が文化や平和に貢献する大切な役割が強調されたのだ。農業の新しいイノベーションを紹介するフォーラムも、バマコで開かれる予定なのだよ。サイバーセキュリティの会議にも参加して、安全なデジタル社会を目指しているのだ。メディアのイベントでは、アフリカ各国のメディアが集まって、情報化時代の課題について話し合ったのだ。マリはアフリカのプレスハウス会議の主催国になったのだよ。最後に、人道支援のフォーラムや、国内の感染症の状況についても報告があったのだ。マリはいろいろな分野で前向きに進んでいるのだもん。二つ目のニュースなのだ。閣議コミュニケ。2025年8月13日付。CMN2025-34SGG という記事なのだ。2025年8月13日にマリの首都バマコでアッシュに
ごいた将軍の議長のもと、閣僚会議が開かれたのだ。この会議では、マリの発展に向けた大事な決定がいくつもされたのだ。まず、農業開発銀行 BNDA の株式がフランス開発庁からの取得で完全にマリ国家の持ち物になったのだ。これで農業や農村地域の支援がもっと進むはずなのだ。それから国の医療の質を高めるために医療機関の評価と認証を行う新しい機関を作ることも決まったのだ。外交面では首相が大阪万博や内陸開発途上国の国連会議に参加してマリへの投資を呼びかけたり、アラブ首長国連邦との協力強化を進めたりしたことが報告されたのだ。国際青少年デーでは平和と和解の重要性が話し合われたり、農業のフォーラムやサイバーセキュリティのシンポジウム参加も発表されたりしたのだ。これはマリが健康から国際協力までいろんな分野で頑張っている証拠なのだ。若者の国づくりへの参加もとっても大事だと強調された盛りだくさんの会議だったのだ。3つ目のニュースなのだ。サヘル地域公務員の本格復帰、主権と新たな協力の強力な象徴、2025年9月までに実現へという記事なのだ。サヘル諸国で2025年9月までに約135人の地域機関の公務員が母国へ戻ってくるのだ。これは単なる配置転換ではなく、サヘル諸国の主権と自立を強く示すシンボルなのだ。サヘル諸国は自分たちの未来を自分たちで決めるという強い意志を持っていて、新しい関係を築こうとしているのだ。2024年7月にできた AES サヘル諸国連合も主権や安全保障、経済連携を強化する新たな協力の形を示しているのだ。母国へ帰る公務員たちは大切なスキルを持っていて、サヘルの新しい地域構造を築くのに欠かせないのだ。彼らを戦略的に再配置し、人材をうまく活用できるリーダー層を育てるのが課題なのだ。この大きな組織変更は、サヘル地域の内発的な成長と革新、そしてより調和の取れた協力関係につながるはずなのだ。皆さん、マリが長い歴史だけでなく、今も経済や医療、そして国際協力の分野で力強く前進していることが分かったのだ。特に農業の活性化や医療の質の向上、若者の活躍を後押ししているのだよ。サヘル地域全体で自立を目指す動きも素晴らしいのだ。これからもマリの発展に注目して、その魅力に触れてほしいのだ。応援よろしくなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。